高ジャファルコンの千秋です。安藤です。今日は町内会が後継者不足で存続が怪しいっていう話をしていきたいんやけど、全国の町内会の加入率が減少してって、2021年度に 71.8%、特に東京都では 41.4% と低い水準となってきたのね。で、これに伴って町内会が解散する事例っていうのも出てきとると。こういう加入率減少の背景と大会の理由に関してなんやけど、一つ目が負担の増加といったようなことで、会員が減少することで清掃や祭りの準備といった行事の負担が特定の住民に集中し続けることが難しくなっている。二つ目がストレスの要因として、役員になることや会費の支払い、清掃活動への参加などが主なストレス源となり、辞めたいと感じる人が8割にも上るという調査結果もあると。もう解散した方がいいやろ。そう、そこまでしてやるもんじゃないやろ。で、あとは集合住宅の問題とかで、マンションなどでは建物の維持管理は管理組合が担うため、町内会に加入するメリットを感じない住民が増えてきとると。時代やな、これもな。集合住宅増えとるからな。で、中には、こういった深刻なトラブルっていうのも出てきて、町内会を退会しようとすると、役員への就任を強要されたり、ゴミを出させないとか、この土地から出ていけといったような高圧的な言葉をかけられるトラブルが多数出とると。で、実際に町内会が解散したことで、ゴミ集積所が廃止され、住民がゴミ出しに困るっていう混乱も発生しとる事例があるのね。町内会、退会しようとした人に対して役員やらせるってもう嫌がらせでしかないけどな。パワハラやな。でも町内会がなくなったおかげでゴミ集積所がなくなったんや。そしたらあれか、自分らでゴミを持ち込まなあかんくなるのか。ああ、そうなるな。ゴミの処理場に。だから、それ勝手にわからん人は、それはそれで混乱するような。今までできたものがやり方変わったりするから。で、ゴミ集積所が廃止されることがあるんやな。で、じゃあ町内会がゴミ集積所を運用しとったってことなんや。みたいやな。実際に事例として上がっとるからな。ただ、とは言っても町内会、重要な、役割とか、中には存続に向けた取り組みも行っている自治体もあって、例えば東大震災の際に、町内会が、事前に安否確認の仕組みを用意していたことで、迅速に住民の安否を確認できたっていう事例とか、あとは業務のスリム化として役員数を減らして活動の内容も防災などに絞り込むことで、運営の負担を軽減する。実際に防災訓練とかしたことで役に立ったとか。あとはデジタル化の導入して、今まで紙の回覧板やったんが、スマートフォンで情報共有とか出欠確認をできるようにするなどして、若い世代への負担を減らす工夫がされとる自治体も出てきたと。そりゃそうやな。俺らもさ、子供の頃さ、回覧板回してきてってさ、隣の家とかさ、あったな。私にとってあんな今もっとさ、バインダーに挟まれたやつじゃない。そう。今やったらもう家におってさ、スマホで連絡飛ばせる時代なんやからさ、どんどんこういうのも取り組んでいけよとは思っとったから、こういう実際にやっとる自治体もあるらしいから、だからこれが顕著にやったのが宮城の仙台市なんやけど、実際にこの仙台市が町内会の加入率が増えとるらしいんやけど、市全体で 82.4% に達しとるらしいよね。だからさっきの東京が 40% とかに比べたら全然倍以上あるし、やっぱりこういう東日本大震災の被害を受けて、その役割が見直されて加入率が回復傾向にあるっていうのが、実際数値として出とるよね。防災意識が高まったからってことか。高い。で、ここで自治体の会費についてちょっと話していきたいんやけど、町内会費。月額で、いくらですかっていうアンケートが実際に取られとって、で、1円から300円って回答したところが 29.3%。で、301円から500円って回答したところが 22.8% と、だいたいこの2つで過半数ぐらいいっとるね。で、次に501円から1000円っていうのが 17.9%。この次に多いのが2001円以上っていう回答で 7.9%。だから、1000円未満がだいたい7割ぐらいっていう感じかな。なるほど。300円ぐらいのイメージやけどな。正直、町内会にそんな払えたくもないっていう話ではあるけどな。そうやな。何しとるかよくわからんし。そう。で、こういう地域の傾向を見てみると、大都市圏は基本的に低めらしくて、首都圏の1都3県、関西の大阪、兵庫はいずれも1から300円が最も多い。逆に、東北は301円から1000円のゾーンが多くて、
明らかに高いって言われてるのが、北陸と山梨、長野が500円以上が多いっていう感じかな。やっぱ、過疎地域は多いんかな。って思ってしまうよな。そう考えると。やっぱ人が少ないと、そんだけ一人の負担が大きくなるってことなのかね。まあ一応町内会費の使い道としてはいろいろ挙げられとって、さっきも挙げた防災活動費が防犯対策費、あとよくある地域清掃費かな。であとイベント運営費、夏祭りとか運動会とか。まあこういった感じで、町内会費は地域の生活を支えるために使われとるっていうのが名目。まあ、とはいえ、これだけの用途を賄うのに、1000円払いたくないけどな、月1000円ちょっと高いな。しかもそれが例えば1000円とか500円やとしても、それがもう何十人って集まるから、結構な額になると思うよね。それをちゃんとこういう活動に当てとるかっていう時点で怪しいし、会計はな、ちゃんと使用用途を明確にして開示する義務があると思うよね。うん、だって、まあ月1000円やとしたらさ、100人おるだけで10万になるけどさ、でもこれ実際地域清掃費っつって、そのゴミ集積所とか公園とかのさ、清掃ってさ、ほぼボランティアじゃない？なんか当番でさ、ゴミ捨て場の掃除とかあるけどさ、あれで別にお金もらえるわけじゃないしな。もうかかっとる費用もゴミ袋代ぐらいでさ、そんな活動に数万もかかるかっていう話やんな。まあそもそもそれを町内会費っていうか町内会でやるものなのかっていうのはあるけどな。行政サービスじゃないんかと思うけど。もう確かにな、休日のさ、特に夏とかやったら、この暑い中借り出されて、やるのかっていう話ではあるけど。確かに昔そういうな公園の草むしりとか、イベントみたいなのあったわ、そういう。なんか休日に集まって朝早く。はいはいはい。あとは、町内会費に支払いの義務はあるのかっていう話で、まあ法律的に見ると、町内会費の支払いは原則として法的な義務ではないと。町内会は強制加入の団体ではないため、加入しなければ会費の支払いも必要ないっていうのが結論。うん、そういう認識ではおったな、俺も。まあ、ただ一部のケースでは支払いが義務になる可能性がある。それが賃貸契約に明記している場合と、管理組合が管理規約に基づき徴収している場合、まあ、これらのケースにおいては支払わなければいけないっていう感じかな。確かに、賃貸契約で家賃と一緒に町内会費300円とかが振り込まなあかんとかな。あるな。あるある。なんかそういうのでしか見たことないな。まあ、戸建てやと1年分まとめて払ったりもする。てか回収しに来る人がおんねんな。確かあれ。まあだから俺らも知らず知らずのうちに、まあ、ここかで徴収されとるって考えると、やっぱりなおさら、こういう町内会のあり方っていうのが、もう時代にはもう合ってきてないと思うよね。自治体として。てか、この月額以外にさ、入会金で高額な費用がかかったりもする地域があるんや。ああ、はいはい。俺が見たやつやったらもう本当入会金で数万円、プラス月の会費で数千円。いやもう本当アホらしいと思うわ。入会金ってなんだろうな。入会することでなんか。なんだよな。むしろ金もらいたいぐらいのもんやけど。わざわざそんなさ、ジジバマのコミュニティ作りに加担する必要もないよ。で、これでさ、会費払ってないから脱退して村八部とかになるんやろ。それはそれで意味わからんよな。まあ、こういうの、くじとかでさ、会長を決めて、押し付け合って、世間体とかを気にして、行事にも、とりあえず形だけ参加して、みたいな、そういうマイナスでしかない現状、自治体に入ることで。役員になることで、その町内会費がどう使われとるのか見えるようになってさ。で、実際その役員になってみたら、その町内会費は、ほとんど幹部の人たちの飲み会代に消えとったとかっていう、実態を目の当たりにしたっていう話もあるよな。はいはいはい。とか、私的な旅行って言うとあれやけど、なんか、平日の日帰り旅行とかが、町内会で開催されとって、そんなん別に、働いてる人は普通行けやんからさ、ほぼなんかそこの顔見知りの年寄りだけの旅行になっとったみたいな。だからゴミ捨て場がさ、使えやんくなったらもうそれは死活問題やん。それは、町内の人からしても困ると思うけどな。町内会の加入が必須になる場合もあるんやろ。ゴミ集積所が自治会のさ、会員の私有地やったら、その私有地の人、その土地所有者が会員以外にはゴミ出しさせやんっていうことを言ってしまえばもう使えやんくなるんやって。てかそこまでの権限を持っとるんかって話やけどな、自治体。でも、自治会がゴミ集積所を所有してる場合もあるから、そしたら町内会の権限で非会員には使わさんっていう権利を行使することも可能みたいな。でもそうなったら自分で業者を手配するか持ち込むしかなくなるよ。これに関してはもう本当に自治体の意向次第、もう本当自治体ガチャやな。
結局そこまで町内に思い入れがないってやっぱ難しいよ、こういうの。俺らみたいなさ、地元を離れてさ、転々としとる引っ越し族とかさ、数年しかそこに住まん地域では、結局隣人の人とかの関係ともどんどん希薄になってて、それほど関わりたくないってむしろ思ってきてしまうからさ。よそからやってきたものほど納得いかんよな、町内会費払いたくないよな。実態がよくわからんし。特に都心部から来た人やんな。なんでゴミ出すのに金払わなあかんのやっていう感じやわな。住民税払っとんだやから、当然の権利やろうと思うけど。これは自由にさせろやって思うけど。仮に20代とかさ、30代の若者が町内会入ったところで、例えばそういう発言権とかさ、意見を出したところで、変えていく気はあるんか、動いてくれるんかっていうのもわからんしな。結局保守的なじじばばたちの憩いの場になっとる町内会が。働き盛りの若者に役員をさせてさ、で、その年寄りたちはさ、仕事は現役世代の若者に押し付けて、その飲み会とかさ、日帰り旅行とかそっちで甘い汁すすってさ、運営されとったら、それはまあ納得いかんわな。昔やったらな、そういう成り立ちでも文句言う人は少なかったかもしれんけど、今のこういうご時世で、それはまかり通らんやろ。子供が多かったらな、子供同士のイベントとかもあったりするし、夏祭りとか参加するからいいやろうけど、子供がおらん世帯も結構おるから、そうなると本当に町内会議の存在意義がな、理解できやん人出てくるわな。うん。俺も入らんでいいなら入りたくないもん。そうやろな。逆に今、若者で町内会入りたいって言う人が何人おるか。近所のコミュニティを欲してないしな、そもそも若い人は。そうなんよね、結局。仲悪いよりは仲いい方がいいやろうけど、まあ、干渉されたくないっていう方が大きいわな。そうなんよね。結局そこに行き着くからさ、悪い意味で言ったら冷めとる人が多い。町内会もちゃんと用途とか会計報告をな、まあ、回覧板でもいいからして、明確に明朗会計をしてくれればな、納得いくんかもしれんけど。せめてね、どんな活動をしてるかっていう、もっと目に触れて取り組んでますみたいな方針とかが分かればいいんやけど、現状何をしとるかも分からん。会社の労働組合とかも似たような感じよ。これ、よう考えたら。組合費を社員から強制的に徴収して、イベントとかやるけど、家族がおる人しか参加できないようなイベントばっかり開催して、組合員の飲み会で組合費使われとるみたいな。そういう労働組合いっぱいあるからさ、昔ながらの会社。もう一緒やと思うわ、こういうの。だから任意と言いながらも、結局半ば強制になっとんだよな。だからそういうところには住まん方がいいし、人も減っていくやろうな。自ら衰退の道を選んどる。なおさら一極集中が加速することになる。その方が合理的やもん。快適やし。俺ら前から言っとるけど、集中化賛成やから。スマートシティ計画、結構肯定的やからな。田舎には悪いけど。過疎地域に住んだらあかん。外引っ越した方がいいと思う。だからまあ町内会は本当に廃れるか反映するか、まあさっきの仙台の話やったら、ちゃんと会員も増えてさ、手を成しとるんやから、実際成功しとるとこがあるんやから、そういうところを見習って、防災とかにな、集中してやっていくとか。そうそうそう、意識を高めていけば、まあ徐々に会員とかも増えて、まあこういう解散することもなくやっていけるんじゃないかな。感じで、今日は町内会後継不足で存続が怪しい件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。